ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。こんな立憲民主党の議員はいらないという話をしようと思います。なお、立憲民主党の議員、この人いらないよねとよく言われるような人たちとしては、たくさん名前が上がるわけですが、YouTube で一番最初に名前が上がるのはおそらくは小西議員のことでしょう。逆に言えば小西議員に対する動画というのはたくさん出ているので、関心のある人たちはどうぞそれらを見てください。今回取り上げるのは小西議員の話ではなく、私も名前を覚えていないような議員の話です。それは、チャット GPT を使って岸田首相に対する質問を行ったというのです。チャット GPT は OpenAI が作った文章生成 AI で、ここ最近は特に話題になっています。しかし、国会の質問にこの AI を使ったことに対する考察というのは結構深めなければなりません。今回の動画においてはそのことから人間の選択それ自体によっては人間自身が政治を行うことが馬鹿らしくなってくる未来もあり得るのだ。そのことについて解説を行っていきます。それではまずはニュースを見ていきましょう。国会でチャット GPT が初質問。岸田首相、私の方が AI に対抗心。29日の衆院内閣委員会で立憲民主党の中谷氏が人工知能 AI を用いた対話型の自動応答ソフトチャット GPT で作成した質問を岸田首相に問う一幕があった。中谷氏はチャット GPT が作った首相答弁も紹介。首相は AI 答弁についてパッと見て自分の方がより実態を反映した答弁をしていると答え AI への対抗心をちらつかせた。中谷氏によると国会審議で AI を用いて首相に質問するのは史上初という。中谷氏は、審議中の新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案について、衆院議員だったら、首相にどのような質問をすべきかと、チャット GPT に質問案作成を依頼。チャット GPT が作成した地方自治体や医療現場の関係者の意見を十分に反映させているのかどうか、そして改正法案に対する関係者の反応について教えてくださいとの質問案をそのまま首相にぶつけた。首相は今回の法案は関係者の意見、要望に十分応えている改正になっているなどと答えた。中谷氏は続いてチャット GPT が作成した首相の答弁案も披露した。同法改正案は地方自治体や医療現場の関係者の意見を十分に反映させるように努めているなどとする内容で、中谷氏は首相の答弁より誠実でピントが合っているかもしれないと指摘した。これに対し首相が自らの方がより具体的に関係者の名前などを挙げているなどと反論すると委員会室に笑いが起きた。首相は対話型の AI について適切に使用することで行政職員がより多くの情報を効率的に利用する可能性があるとした上で活用の進め方を検討したいと述べた。さて、最初に基本的な説明をしておかなければならないのですが、AI は基本的に性能はだんだんと向上していくもので、いずれは人類の頭脳を超えていくものだとされています。そうした人類を超える段階といったものをシンギュラリティと呼びます。そして、シンギュラリティが起こるのはそう遠くないと言われています。ちなみに何年か前の段階においては2040年頃だろうと言われていましたが、近年では2030年頃までにはAI のシンギュラリティは起こるだろうと言われている。それぐらいに研究開発、そして技術の発達というものが見られます。このチャット GPT の場合だと、今回の記事でも紹介されていたように、このような文言について考えてほしいという投げかけを行った場合において、それに対応する言葉というものが紡ぎ出されてくるわけです。なお、チャット GPT はそのバージョンにもよりますが、基本的にはまだまだ発展途上のもので、基本的には間違ったこともさらりと言ってのける嘘をつく場面もあります。ですから、完全にまだ信頼してはいけません。特に電子データ化されたものだけを読み込んで、リアルタイム情報をどんどんと呼び込むタイプではまだありませんから、不完全さといったものを忘れてはならないのです。しかし、AI の発展そのものは基本的には止まりません。なぜならば、今回出てきたチャット GPT は OpenAI というベンチャー企業に対してマイクロソフトが出資して開発が進められています。これに対して他の企業も黙ってはいません。例えば Google は Google で別の AI についての発表を行っていますし、その他メタや国が違って中国などでも同じように AI についての開発を進めていることなどを公表しています。そのような競争が起こることによってそれら AI の発達はさらに加速していきます。AI が発達していくことによって何が起こるかといえば、
基本的には人間と同等かそれ以上の能力を発揮する分野というものが当然出てくるので、それらの分野においては少ない人数でより多くの仕事をこなせるようになります。例えば今回のような国会質疑でどのような質問をすべきかといったことを考えるときに、スタッフが何人も集まって検討する必要がなくなり、AI に投げかけたことをそのまま国会に持ってくるという議員が現れてしまうわけです。ここで一つ問題があります。それは、質問を考えたのが結局 AI であるのであれば、別に人間の国会議員なんて不要だよねという問題です。例えば今回で言えば、立憲民主党の議員がチャット GPT を使って首相に対する質問をしたわけですが、逆に言えば、チャット GPT で質問を作る段階において、もうあなたは国会議員としてここにいる必要はありませんよと自ら証明したようなものです。しかし、これは現段階においては AI がまだまだ不完全であるという説明をした通り、まだ現実のものとしては説得力のないものです。あくまでも現段階の AI は人間の道具にしか過ぎません。しかしそれはあくまでも時間の問題だと考えた方が良いでしょう。なぜならば AI 自身の開発が進んでいくと同時に全く別の分野での科学技術の発展といったものといずれは融合し飛躍を遂げることが確定しているからです。では別の技術が発展するといって一体何のことを言っているかといえばそれは量子コンピューターです。現在私たちが使っているコンピューターというものを従来型コンピューターと呼ぶのであればそれらはどんなに処理速度を上げていったとしても限界があります。例えば私たちが一般的に使っているコンピューターやスマートフォンといったものの処理能力を上げていったものとして言えばスーパーコンピューターがあるわけですが、量子コンピューターはスーパーコンピューターよりもはるかに処理能力が高く、しかも電力を必要としません。ですから上位互換だと言えます。そして量子コンピューターについて言っても AI と同じく発展途上の技術であると同時に今まさに実用段階に入っています。そしてこの技術もまた基本的には後退することはなく前進のみといったような状況ですから量子コンピューターがより汎用的に使われるようになってくればいよいよ AI と組み合わさることによってより多くの処理能力をもってしてしかもより少ない電力でそれを実現するようになってくるわけです。しかも量子コンピューターはまだまだ開発途上でお金もかかるわけですが、コンピューターの発展に伴って高い能力のコンピューターの値段が安くなってくるのと同様に、量子コンピューターも開発が進んでいけば、基本的には処理能力は高いんだけれども、作るためのお金もだんだんと下がってくるだろうと考えられます。まさにこのような別分野での科学技術の発達といったものと AI 自身の発達が融合することによって人間の能力をはるかに超えたシンギュラリティといったものが発生すると考えられるわけです。そして一度シンギュラリティが発生した後の AI はさらなる進歩を遂げていくでしょうからもはや人間には到底及びもつかないような能力を発揮することとなります。そしてそのような AI が発達を続けていった時に問題になるのはどこまでそのような AI を活用して政治の世界へと取り組んでいくかです。例えば人間は様々な面で人間特有の問題を抱えています。例えば賄賂を取るであるとか特定の何々を優遇するであるとかセクハラ、パワハラ、縁故採用、どこか特定の国に対する便宜を図ったりなど問題といったものは実は様々あるものです。しかし人間の不正な介入といったものを排除したような AI の場合であればそのようなセクハラパワハラどこかの国に対する特定の便宜などは起こり得ないでしょうから人間よりもはるかに清廉潔白な政治家としてしかも能力の高い存在となり得るわけです。ですから今の政治家たちが考えなければならないのは人間による政治に不信感が高まっていけばより多くの人々がそのような人間じゃない方がいいよねと考える時代がいずれはやってくることとなります。現時点においても人間が行う政治ではバカばっかりだなみたいな感じで政治家に対する不信感が高まっている中において無党派層というものが非常に大きい存在になっています。ですから今の政治家たちは人間による政治というものが信頼されるものであるということを証明しなければいずれ信頼競争において AI に劣る存在として排除される危険性があるもしくは多くの国民たちから支持を得られないような状況になってしまうということを今から考え始めなければなりません。
科学技術の発展といったものを考えた場合において、どうせそれらはまだまだ時間がかかるでしょうと思うでしょうが、しかし私たちが生きている間にもおそらくは AI による人間の知能を超えるといったシンギュラリティは発生すると考えられますから、相当い未来の話をしているわけでもないのです。そうした意味で今回の国会質疑にチャット GPT に質問を投げかけてみたという話は、10年、20年後から考えた場合において、あそこから始まったんだなぐらいの一つのターニングポイントとして記録されても良いかもしれません。と、こうした話をすると、なんだか遠い未来の話を聞かされているようで、全然実感が湧かないなと思う方の方が圧倒的でしょう。おそらく科学技術の発達といったものはまさにそのような実感を伴わないうちにどんどんと進んで、ある日突然変革をもたらしてしまうものなのです。その時にはきっと多くの圧力が存在するでしょう。例えば昔々の時代で言えば、機械の発達がどんどんと進んでいった時には、手作業で作業をしていた人たちにとってみれば、仕事を奪われてしまうじゃないか、機械なんかぶっ壊せみたいなことが起こったわけです。自動車が発達した時には、それまで馬の世話をしていた人たちの仕事があっという間になくなってしまったことから、車に仕事を奪われたといった人たちもたくさん出たわけです。同じようにして AI の発達といったものが進んでいくと、多くの仕事が人間よりも AI に任せた方がいいという時代がやってくることとなります。ただし、ここで一つ考えなければならないのは、日本の場合だとそのように AI に仕事を任せた方が良いという状況は、実はそれほどまずいわけではありません。特に日本の場合だと、少子化対策を今から打ったとしても人口激減といった避けられない問題を抱えていますから、むしろ人間に任せるのではなく AI に任せる領域を増やしていくことによって、より少ない人数で現在の国力を保っていくということが現実問題として取らなければならない政策だと私は思っています。このまま労働力不足が進んでいくと、移民をどんどんと入れなければならないという人たちが非常に多くいるからです。私はそのような移民政策を進めることには反対で、じゃあ移民政策を進めないで日本の国力を保ち発展させていくためにはどうすれば良いかといえば、基本的には AI やロボットとの共生社会を作ること、そしてそれらの技術を発展させることによって日本だけではなく海外へと輸出していくことにより、日本の経済力を維持発展させていくことが重要だと考えるからです。そのようなことを考えると、今回の国会質疑でチャット GPT を使いましたよというのをちょっと軽く取り扱っている議員たち、そしてそれらの AI がどれだけ発達し、社会を変革し、世界を変えていくか、そこまで考えていくような政治家といったものが、これからの時代には当然必要だと私は思います。そしてそのようなことが考えられない議員たちといったもの、特に現代の日本の政治家たちは非常に高齢者が多いというのが現実です。これらの人たちが社会の変革を行うことには、おそらくは対応できないでしょうから、テクノロジーについて理解がちょっと及ばないなというようなご高齢の政治家の人たちは、ぜひとも早めに引退を考えてほしいものです。というわけで今回の動画は立憲民主党のこんな議員いらないなという出発点から始まったわけですが、結局のところ日本のテクノロジーに対する無理解な高齢議員たちはみんないなくなればいいのにみたいな話へと決着してしまいました。しかし私の本心としても、科学技術の発展なしには日本は結局のところ発展は望めません。アメリカの GAFAM を代表されるようなテック企業がまさに世界市場において非常に大きな存在感を放ち、アメリカ経済を強力に推進していることからもわかるように、結局のところ高度な技術というものはそれだけ大きな富をその国にもたらすものなのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリック、それと投げ銭機能のご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。